こんにちは、ドロです。このチャンネルでは、中高年、初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインっていった仮想通貨、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社の方を貼っていますので参考にしてください。それから、銘柄操作方法リクエスト、コメントとかもお待ちしてます。このチャンネルね、共感できるよ、応援したいよっていう方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回はですね、これで皆さんも兼業トレーダー、株式 CFD レバレッジニュース24ということで題して、トレーディングビューの表記についての説明をしていきたいと思います。最初にこのレバレッジニュース24と名前を変えました。株式 ETF、CFD 仮想通貨、これをですね、YouTube ライブ、それから、TikTok ライブで行いたいと思ってます。で、現在予定しているのは、GMO クリック証券の銘柄をほとんど採用したいと思ってます。世界の株価指数が10銘柄。株価指数の ETF ですね。これが23銘柄。それからコモディティが7銘柄。バラエティハイレバー商品が7銘柄。それから、中国株が63銘柄。中国株が、香港ですね。これが22銘柄。仮想通貨が、一応今30銘柄で考えてますけども、もしかしたら銘柄増やすかもしれないです。週末に関してですのでね。このライブ放送は、下にもテロップ出してありますけども、目標ですよ、これ。24時間放送を続けていきたいと思ってます。無理かなちょっと言っちゃったわけですけど。イメージはですね、日テレニュース24とか、天気予報とか24時間でやってますよね。あのイメージですね。なので、ライブというよりも、ずっと流し続けてて、で、時間になったところで、僕が顔出しをして出てくるみたいな、そんな感じで考えてほしいです。で、今回はですね、この動画は、この今画面出してあるそのトレーディングビューの見方についての説明動画をしたいと思っています。で、後半にですね、この詳しいライブの説明とか、それからポストプライムの思いとか、今後のこととかについて、あと、初めて見る方もいらっしゃると思うので、GMO クリック証券のおすすめ、それから運用成績なんかも伝えていきたいなと思います。やっぱ知ってる方はね、僕のこととかでもすごい勉強していただいて、エントリーして稼いでる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、知らない方とかは、これを見て、これからやるニュースを見て、副業として、兼業トレーダーとして、お小遣い稼ぎができるものとして、情報提供をしていきたいなと思っております。その点も後半ね、お伝えできればと思っておりますんで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、こちらの画面のね、説明をしていきたいと思います。まず、こちらの画面の前にチャートの考え方をちょっと説明をしたいと思います。銘柄によって期間とかね、違うと思いますけども、このチャートの趣旨はまず、4時間足を使います。で、トレードの勝負としては、1ヶ月から6ヶ月ぐらい。当然ね、商品や値動きも違いますのでね。ただ目安として1ヶ月から6ヶ月ぐらいの短期から中期トレードになると思います。スイングトレードですね。はい。それからレバレッジですけども、表記したいのが2倍から5倍ぐらいの値動きということになり、それからリスクリワード、と言いますけども、リスクが1、リワードが2の表記になります。基本は安いところで買って高いところで売るという考え方です。ロングが多分表記で9割、ショートが1割ぐらいになるんじゃないかなと思います。で、ペアトレードは基本なしです。ダンさんがね、例えば最低取引の中で、同じ銘柄を使って、例えばこの間インド株と
ベトナムのこともやってたと思うんですけども、これね、結構難しいので、最初は最低取引みたいな形での、売りのバランスっていうのは、ちょっと記載するのはやめようかと思います。徐々にね、そういう形の表記もできればなと思っております。それから、ロット数、表記で、私の方は1ロットから5ロットぐらいで買いたいと思ってます。はい。ただ、これやっぱ10ロット以上やる方とかも稼げるかもしれないんですけど、精神的にかなり金額張りますのでね、自己責任で本当お願いいたします。当然トレードは確率の問題ですので、外れることも出てきます。で、私もチャート分析で高い確率かもしれないんですが、でもやっぱり外れることも出てきます。例えば、この間Facebook がメタとか言って、名前変えましたよね。ああいうことが起こると、ファンダメンタルでギュッと変わったりするんですよ。で、やっぱきっかけはファンダメンタルニュースなんですね。どれだけ落とすか、上がるかっていうのはテクニカルを見ていく。なので、私の方はテクニカルを見てきますので、ちょっと急落とか急騰のきっかけになることとか予期もできないこともありますので、ご了承ください。はい。それでは見本がアップルの4時間足になります。で、こちらの方はまた、携帯で見られている方はぜひね、文字が見にくいとか、大きさだとか、こういう表記も入れてほしいっていう方はぜひ、コメント欄でいただけたら改善していきたいなと思っております。では、いつものようにちょっとルール上ね、作り方とか説明をしていきたいと思います。まず、チャートの方で出しているのが、この下の出来高、ボリュームですね。これを出しております。それから、ここに移動平均線を短期、中期、長期と、表記してあります。で、私が採用しているのは、いつも短期が EMA の3、それから、中期が MA の13。これはもしかしたら人によって25とかね、に変えてもいいんじゃないかなと思います。それから 200MA。これ反発ラインでよく使われるので、この3つを採用しています。で、今日は表記も、青色と赤色と黄色はちょっとトレンドラインで見にくいかも、黄色も出しております。はい。この3つを表記してあります。はい。それでは、1番から順を追って、説明をしていきます。画面1、ここ銘柄ですね。アップルをこれ出してます。見にくくてですね、左上の。表記はこちらでアップルと4時間と書かせていただきました。はい。次、丸2番ですね。リスクリワードと言います。これ知らない方とかは、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、この、見えますかね？青いゾーンと赤いゾーンですね。リスクが、僕の場合ね、リスクっていうか危険の方ですね、が1、リワードが2という風に作ってあります。このリスクリワードが表記でない場合は、トレードとしてはちょっと買いとか売りとかが難しいという判断で、この青と赤が出ている場合は、トレードできるのかなと思っていただければいいと思います。このね、リスクリワード1対2の作り方もね、結構訓練しないと難しいですね。私の方はそれを出していきたいと思います。次、3番。ここがちょっとポイントですね。見えますかね。バイレベル2と書いてありますね。今回、このニュースで表記したい、一番のポイントは、このバイとセル、売りなのか買いなのかからレベルを5つに分けたいと思ってます。5段階表記で、レベル5が、一番買いで熱いところから、レベル4が、まあのところ。で、レベル3以下はもうちょっと買うのはどうかなということで、色もね、分けていきたいなと思っております。バイレベル5は赤、バイレベル4は青、残りは3以下は白とさせてもらいたいと思っています。で、次ですね。丸4、141.8 というこの数字。これが、ターゲットプライスですね。要は、ここで買ったらどうかっていう表記になります。はい。小数点1以下、2まで出すかなと思います。はい。次5番ですね。これ3500円 ×2、GMO クリック証券の、これアップルですけど、1ロットの値段が3500円。で、×2っていうのはレバレッジコントロールですね。また他の動画でも、GMO クリック証券のエントリーの仕方、それからレバレッジコントロールの方をね、出してありますので、
参考にしていただきたいなと思います。6番、レジサポラインです。今回から実践にしました。実践、白い線ですね。はい。だいたい5、6本入れてあります。それから7番、上昇下降チャンネルになります。斜めのこのラインですね。ちょっと太くしてあります。上昇トレンドライン、チャンネルラインから下降チャンネルライン。で、ここのダイヤモンドゾーンっていうこの四角形を見ながらターゲット線を入れていきます。それから8番が今回黄色くしましたターゲット線ということで、こちらの方、見やすく表示をさせていただきました。はい。9番。今回からリスクリワードだけではなくて、この利確目安ライン、青い点線で表記しました。はい。それから10番、損切りライン。これ見えるかな？はい。損切りライン。これ赤い点線になってます。要はこのリスクリワードの1対2のこの一番上と一番下ですね。ここに当たるところを一応目安ラインとしてます。これもレジサポラインとかいろいろ聞いてますので、ここ行ったら損切りかな、ここ行ったら利確かなって目安になるかと思います。はい。それから、時計出してなかったですね。すいません。ここかな？ここの右上かな？ライブの時とかもそうですけど、やっぱり時計を出しとかないと、リアルタイムでやっぱりね、お見せしたいなと思っているので、普段やっぱ YouTube とか私が作っているのは、どうしても収録や編集ですごい遅れちゃうんですよね。はい。それがいつも困ってたっていうか、こう説明してる時にもう1週間前のチャートじゃんみたいな。なので、自分でテロップ作ってて、ボケツッコミしてるっていうか、これはこうチャートですけど、実際に落ちましたとかってテロップで入れてて、普段作る解説動画はそうでもいいと思うんですけど、今回はニュースということなので、やっぱリアルタイムで出したいので時計もね、出していきたいなと考えております。はい。説明の方はいかがだったでしょうか。一応、こちらの表記とかもね、バージョンアップとかもしていきたいと思いますので、参考にしていただきながら、また改善点とかあればね、ぜひね、コメント欄いただきたいなと思います。では、後半ですけども、実際の実績のこととか、そういったことも話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。